今回の動画では、日本版にて近日中に開催されるのではないかとされているイベント、ダークナイツメモアで実装されるオペレーター。チームの状況にはいつでも目を光らせてますので、安心してください。前衛オペレーター、シデロカの紹介及び概説を行っていきます。はじめまして。あなたが今回の雇い主ですか？私はコリニアの傭兵、シデロカです。入職手続きはもう済ませましたし、これからしっかり働かせていただきますので、よろしくお願いします。シデロカは、ミノスの都市の一つであるコリニア出身のフォルテ人で、現在は傭兵という形でロドスに参加をしているオペレーターです。シデロカが傭兵となった理由は至って単純なもので、自分の生まれ故郷であるコリニアから離れたかったためであり、傭兵として活躍することで資金もある程度満たせると考えたからとのこと。なぜシデロカがそこまでしてコリニアから離れたいのかという理由については、コリニアは貿易都市であり、財政至上主義のため、シデロカはそれによって苦い経験を味わってしまったからだとされています。シデロカ本人はコリニアという都市の束縛からは逃げられないかもしれないとは思っているようですが、それでもなお外に対しての憧れは持ち続けているとのこと。ロドスはどの国家にも属しておらず、縛られてもいない企業のため、そういった意味ではシデロカのロドスへの加入は夢への第一歩となるのかもしれません。戦闘経験が5年とロドスオペレーターの中では比較的長い経歴を持つことからわかるように、シデロカは傭兵としては非常に優秀な人物となっています。ロドス加入前の仕事では一度も任務の失敗はなく、複数のアクシデントが重なった際もきちんとこなしてみせたとのこと。ただ、任務の結果としては優秀なものの、依頼主によっては彼女の評価が大きく変わるのが一つの特徴にはなっているようです。人によって評価が変わる大きな理由にはシデロカの性格が関係しており、よく言えば献身的、悪く言えばおせっかい焼きなため、雇い主のために多くのことをしてあげたいと思うあまり、任務内容を事細かに聞いてしまうので、任務内容をあまり公にしたくないという雇用主や、傭兵はただ命令に従って動いてくれるだけで良いという雇用主にとっては、面倒くさい人物という評価になってしまうようです。とは言っても、傭兵としては優秀なことに変わりはないため、シデロカを雇用しようとしていた雇用主は多く、ロドスのミノス分会の会長は直接シデロカに対して交渉をし、ミノスの対外貿易連盟がシデロカの前に現れるより先に、なんとか雇用契約を取り付けたという経緯があります。なお、ロドスにオペレーターとして加入した後は、ドーベルマンの新兵訓練を受けることにはなるのですが、シデロカは優秀な人物であるため、新兵訓練ごときでへこたれるわけがなく、それどころか過酷すぎて恐れられている地獄の習慣と言われる訓練すらも日常訓練にしてしまうほど、このような規格外の身体能力を持ち、その身体能力を無意識とはいえ、新兵たちの真横で発揮し始めるため、ドーベルマンは何かと対立することが多いジュナーとすらも協力関係となり、次回トレーニングとまで言われたシデロカの鍛錬を何とか止めようとしました。シデロカは戦術したようにおせっかい焼きな人物です。そんな人物にドクターの不健康っぷりを教えるということは、そんなこんなで最終的にはドクターに少しばかり筋肉がついたとのこと。シデロカのモチーフとされている動物は、オーロックスという牛とされています。オーロックスは家畜牛たちの祖先であり、以前は東アジアからヨーロッパ、インド半島、北アメリカに生息していました。ですが、野生種は1627年のポーランドにて残っていた最後の一頭が死に絶滅しています。絶滅の原因は乱獲と道楽による狩猟の影響で、明確に人の手によって絶滅させられた動物と言えるでしょう。近年では禁煙種での交配で復元を試みようとはしているようですが、我が刃を振るい、すべての脅威を断ち切ってみせることを約束します。
シデロカはムースやアステシアと同じ術攻撃型の前衛となっており、HP や攻撃力などのステータスはかなり HP に振った性能となっています。HP はアステシアと比べると800、ムースと比べると1000高いものとなっている一方で、防御力はアステシアよりかは80近く、ムースよりかは25程度低いため、ステータスで見る限りでは物理攻撃への耐久力に特化しているというわけではなく、どちらかというと、実攻撃の敵を想定したステータスになっていると言えます。一方で攻撃力は控えめな数値となっており、ブロック1オペレーターとしてはやや物足りない印象があります。素質はシデロカが一定数以上敵を倒した際に、自身にレジストと攻撃速度上昇を付与するという効果。攻撃速度プラス15はシデロカの攻撃間隔を 1.25 秒から 1.09 秒にするというもので、極端にシデロカの火力が上がるというものではありません。注目すべきはレジスト効果の永久的な付与の方で、他の術攻撃型前衛でレジスト効果を付与するオペレーターは存在しないため、他の術攻撃型前衛よりも状態以上に強いという特徴があります。例を挙げると、他の術攻撃型前衛ではクラッシャーに対しては特殊効果を発動される前に倒すことが基本ですが、レジストが付与されているシデロカであれば、たとえクラッシャーの特殊効果でスタンしても、スタンからの復帰が早いため、再度クラッシャーをブロックすることが可能です。つまり、強術するスキルを発動しているか、周囲に医療オペレーターがいるのであれば、短期でもクラッシャーを倒すことができます。他の術攻撃型前衛とは異なり、短期でもある程度の運用ができる。それがシデロカの一つの強みと言えるでしょう。シデロカの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス10秒、コストマイナス1、素質強化、コストマイナス1となっています。シデロカは配布オペレーターのため、イベントさえこなしていれば潜在強化は最大まで可能なので、詳細な解説は割愛しますが、配布オペレーターは潜在強化をして、ようやく他のオペレーターと同等になれるので、シデロカを運用する際は潜在強化は必須と言えます。スキル1、HP 回復ガンマは、スキル発動後即座にシデロカの HP を回復するという、至って単純なスキル。スキル名からわかるように、いわゆる他のオペレーターも所持していることがある汎用スキルではあるのですが、現状では介護官となる HP 回復ベータをまとい丸が、HP 回復アルファをカーディが所持しているのみで、HP 回復ガンマはシデロカしか所持していないスキルとなっています。HP の回復量は上記の数値となっており、合計回復量としては、まとい丸の HP 回復ベータを100ほど上回る程度で、決して高い数値というわけではありません。これはシデロカの体力の数値が関係しており、HP 回復ベータとガンマはともに HP の割合回復となっており、シデロカの HP は3300程度しかない一方で、まとい丸は最大で4100まで HP が上がることが影響しています。スキル効果はシデロカの HP 回復ガンマの方が強力にはなっているものの、オペレーターのステータスによってスキル効果の差を穴埋めされてしまっているということです。とはいえ、スキルの発動周期はレベル7で25秒、特化すれば20秒まで短縮されるため、ある程度の敵までであれば短期運用ができるのが強みと言えます。ただ、問題としてはやはり、スキルでは火力が上がらないという点が挙げられます。メランサやヘラグなどといった団体前衛と比べると攻撃力は70から 80% 程度に抑えられてしまっており、火力不足感は否めません。そのため、短期での敵ルートの穴埋めとしては採用することはできますが、そのルートにて複数の敵が一度に出現するという場合にはかなり厳しいと言わざるを得ないでしょう。なので、運用方法の基本としては単体で出現することが多い。砲兵系の処理剣おとりとしての運用が考えられます。なお、このスキルを強化するのであれば、スキルレベルは7、または特化2以上をお勧めします。スキル2、再破回復は、シデロカの攻撃力を上昇させ、毎秒 HP が回復するリジェネ効果を付与する代わりに、攻撃範囲が縮小するスキル。
スキルの形式としてはシルバーアッシュの説教生存戦略にやや近いものとなっています。スキル1と比べると瞬間的な回復力と発動サイクルが長くなった代わりに、HP の総回復量とシデロカの欠点の一つである攻撃力の低さを補ったスキルとなっており、シデロカを運用する際においてはメインスキルとなるスキルとなっています。スキルの回復量は上記の表の通りとなっており、スキル発動中の毎秒回復量はトップの数値。表には記載していませんが、スキルが発動していないスキル周期の時間で比べても、シデロカのスキルが回復量としてはトップとなっています。この回復量は HPS で見ると、だいたい星4医療3人がつきっきりで、シデロカの HP を回復しているのと大差がないため、ブロック数が1ということもあり、スキル発動中のシデロカが近接攻撃で倒されることはほとんどありません。続いて、スキル2の火力について紹介。シデロカの火力はアステシアやムースと比べると低くなっていますが、スキル発動中と非発動中のダメージを秒間で割った平均 DPS で見れば、ムースよりもわずかに低い程度で収まっています。一方でアステシアとは大きな開きが存在しており、スキル発動中のアステシアは2体の敵に対して同時に攻撃できるため、状況によってはさらに火力の差が広がることになります。そのため、スキル発動中のシデロカの火力は低すぎるものというわけではないのですが、実攻撃型前衛としてはやや物足りない感じは否めません。これらのことから火力を求めるのであればムースやアステシアを、レジスト付与による高速復帰やある程度の短期運用を求めるのであればシデロカを、という風に運用方法を分けるといいでしょう。なお、このスキルを強化するのであれば、スキルレベルは7または特化3をおすすめします。シデロカの基地スキルは訓練書スキルのみとなっており、日本版では初めてとなる強化するスキルが特定のレベルだった場合の訓練速度をさらに速めるスキルとなっています。大陸版も含めて、現時点で特化3訓練時の訓練速度を速めるスキルを持つオペレーターはシデロカしか存在していません。進化を発揮する場面がかなり限られたものにはなっているため、基地スキルのために優先して育成をする必要はありませんが、前衛オペレーターは何かと特化させる場面が多いので、余裕のある時にでも育成しておくといいかもしれません。なお、こういった特定のレベルの特化時にのみ訓練速度が上がるスキル持ちは今後も実装されていくので、最終的には特定のレベルでは特定のオペレーターを協力者に配置するという形が最速の特化訓練になるかと思われます。それでは実際にシデロカを使用していきます。今回シデロカを使用するステージは S5 の6。シデロカのステータスは昇進2のレベル30スキル2のスキルレベルは7となります。オッカル、この戦い到着。これが戦場というものね。あんたたちの腕前見させてもらおうか。このように通常攻撃時のシデロカの火力は控えめとなっており、実耐性をある程度持つ敵が相手だとやや厳しくはなってしまいます。来た来た。スキル発動中の HP の回復量は映像の通りで、パフューマーがシデロカを時々回復しているため分かりづらくはなっていますが、特戦術師2体からの攻撃程度ではシデロカは倒されることはありません。敵を5体倒すと素質が発動し、このように泡のエフェクトが追加されます。
これよりスキル発動中であればこのようにクラッシャーの攻撃であっても、スキルによるリジェネだけでほぼ全回復が可能となっています。そしてレジストが付与されているため、クラッシャーの移動速度ではクラッシャーはシデロカが復帰するまでにシデロカを通り抜けることはできません。つまり素質とスキルが発動している間はクラッシャーは絶対にシデロカを抜くことができないというわけです。完全勝利？そんなのどうでもいいよ。勝てればいいんだもん。シデロカはこれまでに実装されてきた術攻撃型前衛とは異なり、耐久力に性能を割り振られたオペレーターとなっています。そのため他の同じ系統のオペレーターよりかは殲滅力は抑えられており、特に大量の雑魚敵が出現するというような場面では火力不足感は否めません。一方でクラッシャーのような単体で出現することが多い敵に対しては、素質によるレジスト付与やスキルによる回復力によって高い制圧力を誇っています。また持ち前の回復力から完全ではないものの短期での運用を視野に入れることが可能なオペレーターでもあり、宴やヘラグといったいわゆる接触系前衛とムースやアステシアといった術攻撃型前衛の中間に近い運用をできることが特徴と言えるでしょう。ただ、現状のアークナイツのトレンドであるやられる前にやれとは逆行したような性能なので、性能面での育成を優先する必要があるかどうかは微妙なところ。なので、現時点では育成は特段優先する必要はないかもしれません。今後のとあるイベントでは医療が用意できないということもままあるため、そういった場面では活躍できるかもしれませんが、レアリティが星5という点が足を引っ張ってしまっている感は否めません。以上で、シデロカの紹介及び概説を終わります。ご視聴ありがとうございました。